皆さんこんにちは。尺八ウッチーチャンネルです。いつもありがとうございます。今回は尺八の音が出ることを最優先した尺八の添え方、構え方について考えていきます。前回は尺八の音の出る秘密についてお話しさせていただきました。今回の尺八の音が出ることを最優先した添え方、支え方は前回の話の続きになりますので、見られてない方はまず前回の尺八の音の出る秘密についてを見てから今回の動画をご覧になっていただきたいです。前回のダイジェストですが、まず尺八のエッジを上唇と下唇の間でここのエッジをパクッと加えます。パクッ。そして尺八を起こします。その時下唇とエッジの間に三日月状の小さな隙間を作ってください。塞いだ時にエッジと下唇の間に小さな三日月状の隙間ができていると思います。パクッと加えて起こして三日月状の小さな隙間を作ります。この穴が非常に重要な尺八の音の出る秘密の穴になっています。そして軽く息を三日月状の小さな隙間からエッジ、そして歌口の絶面、この絶面に流れるように空気を動かします。そうすると三日月状の小さな隙間の上を流れた空気で管内でフラッター現象による音波が発生して音が鳴ります。ここまでが前回の音が出る秘密を暴いたお話でした。ここからは本題の尺八の添え方、支え方について考えていきます。まず基本的な考え方は、尺八を持つという認識を尺八を添える、支えるという認識に変えるということです。持つという認識だと握りしめてガチガチになってしまって音もガチガチの硬い音になるので、硬い音になるのは甘んじてよしとしても、その音さえも下唇とエッジの間の三日月状の小さな隙間が作れずに竹を押し付けて三日月状の隙間を塞いでしまって、ボトルで言えばボトルのキャップに蓋を閉めた状態で音が鳴らなかったり、三日月状の小さな隙間が大きくなりすぎて管の中、エッジの内側に多くの息が入ってしまって、その息がフラッター現象を邪魔して音波が発生せずにスースーとした雑音になったりするんです。なのでここからは意識を尺八を添える、支えるという気持ちでこの動画を見ていってください。尺八を支える、添える接点は全部で4つあります。そして補助接点が五光尺八の場合は尺八の穴1、2、3、4、裏に5。この穴は補助接点として考えてください。それでは
支える接点4つ、一番重要な接点4つの話をします。接点1、一番重要な接点になります。下唇と尺八です。勘違いされている方は、顎と尺八ではありません。下唇と尺八です。前回お話しさせていただいた尺八の音が発生する小さな三日月状の隙間ができた時の下唇と尺八の接触箇所、ここを接点1とします。パクッと加えて少し起こした時にできる三日月状の隙間、まずはフラッター現象を発生させる状態を作ること。音が出る状態を最優先します。音ありきで考えていきましょう。続いて接点1の状態をキープしながら下管を支えていきます。下管を支える手は下の手で尺八の重量を支えますので、バランスを取る上でとても重要となりますので、利き手で支えてください。ペンを持つ手、ボールを投げる手です。利き手が左手の場合は左手、右なら右手です。私は右手なので、右手でお話しさせてください。接点1の状態をキープしながら、弾きながら音を出しながら動作を続けていきます。ここからは右手で補助接点としての1項、右手の薬指で塞ぎます。2項を右手の人差し指で塞ぎます。そして右手の中指は自然に下ろします。そして最後に右手の親指を自然に裏側に添えます。あくまで自然に添えます。次に補助接点1項と2項を離します。そしてこちらの最初に持ってた左手も離します。この状態、右手の中指を接点2とします。そして右手の裏の親指、ここを接点3とします。接点1の下唇、接点2の右手の中指、接点3の右手の親指、3つともあくまでもバランスを取る接点であって、尺八を持ってはいません。添えている、支えているのです。これがニュートラルな状態です。この時に気づくのが、接点3の右手の親指の位置なんですが、
ちょうど二甲の真裏あたり、そして接点が親指の腹で持ってなくて、腹ではなくて、親指の爪の右側面、親指の爪の右の側面で支えてます。尺八の習い始めは、右手の中指の真裏、中指の真裏、こうですね。ちょうど中指と平行になるように持つと。そしてちょっと振っても倒れないようにしっかり持つということを習いました。それは正しいと思いますけど、尺八を完全にホールドしてますよね。そして右手の親指が少しそれでは窮屈で不自然な感覚になります。そしていろいろ尺八をその状態で吹いていたら、右手の親指が痛くなってきます。右手の親指に私もタコができています。タコがわかりますかね。ここにタコができてます。なので先ほど自然に添えた右手親指の位置が二甲の真裏くらいになると思います。あくまで二甲の真裏というのは一つの目安であって、皆様の自然に添えた位置が違和感なくノンストレスなものであれば、その位置で十分 OK です。要は楽に尺八を支えて、極力指に負担がかからないようにという思いがあります。この3つの接点、下唇、利き腕の中指で利き手の親指、この状態が力が抜けたふにゃふにゃなニュートラル状態だと思います。右左の手でガチガチに尺八を持ってしまうと、一番要になる接点1の下唇がずれたりして、肝心なクリアな音が出なくなってしまいます。次に接点4についてお話しします。利き手でない手、ここでは左手にしますけど、左手はどうするのか。ただ軽く添えるだけです。左手の中指を継ぎ目の下に軽く添えるだけ。これが接点4です。中継ぎの帯の下巻の部分、ここですね、に力を入れずに触れておく。あとは補助接点として左手で5甲、4甲、3甲、右手で2甲、1甲を塞いでいくということになります。復習します。まず接点1、下唇。
パクッと加えて起こすことで、三日月状の小さな隙間を作ります。そして軽く吹きます。鳴らし続けながら、接点2と接点3で自然に支えた状態から接点4で左手の中指を中継ぎ管の下管の部分に添えます。この接点4までがニュートラルの基本形になります。ここから補助接点5つの穴を塞いでいきます。まず左手の親指で5個裏の穴を閉じます。次に左手の人差し指で4個を塞ぎます。次に左手の薬指で3個を塞ぎます。次に右手の人差し指で2個を塞ぎます。最後に右手の薬指で1個を塞ぎます。まとめです。尺八は持ってから吹くのではなくて、まず綺麗な音が出たポイントで下唇と尺八の接点を確定させて、三日月状の小さな隙間をエッジと下唇の間で作って、その接点1はぶらさずに接点2、3で指を2と親指の3で添えてやります。さらに接点4で左手の中指を添えます。これで音を鳴らすのが難しかった方も音が出るようになります。なぜなら、最初に音が出るポイントで下唇を添えて、その後指を添えるだけだからです。尺八を持ってない接点1、2、3、4で添えて支えるだけなので、力が抜けた状態でメリ、カリ、そしてユリ、ビブラートのことですが、スムーズにできたりします。
唇がトロットロでやおやおな感じになってビブラートもうまくいきます。これからも尺八を趣味とされている方、これから尺八を始めようと思われている方を対象に有益な情報を提供してまいります。チャンネル登録していただければ嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。